皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。刺身と寿司の中央値で暗躍する晩ご飯、さやです。どこからが刺身でどこからが寿司なのかっていう、そういうことだよ。刺身の裏にちょっとだけ米粒ついてるみたいな、そういう話。なんか人によってはでもそれってでもどっちかっていうと刺身寄りじゃないみたいな、粒の個数はみたいな、そこを攻めていきたい。説明さすな、割と最近で一番無駄な時間過ごした気持ちになったということで今回ですね、こちらでございます。なんて言ったらでしょうか。せーの。佇むベーコン、たたまれベーコン、いたたまれないベーコン、傷むベーコン、傷むベーコン、たむたむベーコン。ベーコン5段活用名言が生まれてるということで、はい、今回こちら帰れま10。お寿司食べれるやつですか？いや、スシローでネタのランキングトップ10とかそういう話じゃなく、今回やってる企画はこちら。2023年漫画売上ランキングトップ10のキャラ全員主人公を書くまで帰れま10。言えたけどねー。いやもうそれはそう帰れま10企画って、まああるじゃないですか、ずっと。いや、そうね、なんかテレビ番組の人気のね。人気の企画で、あれの漫画版。じゃあやってみようかなと。2023年しかも。そう、まだ2024年もそろそろ終わるとこなんだけど、まださすがに2024年のランキングが出てなくて。でも2024年の2月より前の記憶もないよ。それもそう上半期ランキングとは多分出てるんだけど、まあ、どうせだったら1年間のランキングのがだって去年流行った漫画なんてさ、空で出てくるでしょ。もう10個ぐらいポン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 って。ボボボボボボボと平成にとらわれすぎんだよこれって例えば、コミックランキングの中に、例えば呪術廻戦15巻とかだったら場合は今回の参考にさせていただいているランキングはTSUTAYAさんの2023年の漫画部門。何巻とかじゃない、1から10までちゃんと別の作品が載ってる、作品タイトルで載ってるランキングからピックアップされるらしいの。ちなみにこれピックアップしてくれたのはベベなんだけど、ゲンさんたち無理かもなーってニヤニヤしながら言ってた。何それ。そういう予想もあったので、意外と僕たちが履修してないやつも入ってるんじゃないかなっていうので、今でも家だけど帰れないんだよ。もう帰れないね、帰る場所を失ってるから。どちらかというとこの企画終わるまでベベが帰れないっていう、スタッフ側がなぜか拷問されるじゃあ帰れま10やっていくか。家だけどあんま緊張感ないんだで全然この帰れま10に緊張感がないタイプの YouTube なんですけど、やっていきましょうか。よーいスタート普通に楽しい多分ね、そんな気する、ということでいきますか。早速いきますか。とりあえずね、ざっくり制限時間はまあ15分ずつぐらいで書いて、いきましょう。よーいスタート。じゃあもうやっぱ外したくないんだよ。でもさ、これ帰れま10って1位狙うのはもうダメじゃない？ 8位7位とかを狙いに行くんだよね。厚さすごくない？ね、僕ね、なんか10あたりをいるぐらいの大人気漫画あると思ってんだよね、2023年でしょ。いきます。よし、いきます。せいさんこれにしました。でもこれは主人公はこの子でいいんだよね。でもそうです、知らないやつですか？知ってはいるんだけど、主人公2人いるからさ、なんか私のイメージだと。なるほど、2人いるんだ。狙いに行きますよ、さやさんは。いやてかそれで言うと今回は 100% ルフィは書くことになると思うの。そうだね。いないわけないから。でもここでルフィはまず最初にさ切ったらまああかんや。あかんっていうかどうせ最後はね出てくるんだけど。私もね踏んでるこれ子はいるなっていうのがあるラインなんで、そうでいうとでもちょっと私今回もうちょっとお気に入っちゃってるんで。お気に入ってるんですね。この回に対してビビってる。こう置いてんのかなこれ。まあでもまあ人気だからな、お気に入ってるのかもしれない。置いちゃいけないんだよ、帰れま10では。てかさ、これさ、何の打ち合わせもしないで僕たち始めたけどさ、確かに2人で横見たらあれ同じキャラ描いてるっていうパターンあるよね。いやあるよ、2人で同じサーモン食ってる可能性もある、あるよね。でもこれさ、書き始めた時点で相手と被ってたら書き切ることにしよう、で相手見るのなしね。我々はだって相談しないでクリアしなきゃいけない。そうだってそういうもんじゃん、はい、まずは1回戦目。いやもうこれでどっちも被ってたらもう2キャラクリアですから。いやそうだよ。いきます。せーのドン。
怪獣8号、あ日々のカフカ。かっこいい。もう連載開始からずっと読んでるんだけど、マジお掃除パートすごい好きだったから、もうちょっと欲を言えば掃除屋としての日々のカフカのシーンももっと見たかったんだけど、今はね、めちゃめちゃ激アツ戦闘してるっていうところなんですが、カフカのビジュアルがめっちゃ可愛い。普通のカフカのそう、ゴリタイプ好きなんだよね。確かにゴリタイプだもん。で、さやさんは星のルビーちゃんです。ルビーちゃんね、推しの子は入ってる。でも確かにお気に入ったね、これは。でしょ。これ置いてるわ。一応順位も予想しとかない？何位ぐらい？私です4位ぐらい。いやー、わかる。でも5位より上に入ってるような気がする。なんかそのぐらいにいそうな気もする。怪獣8号はですね、ずっとジャンプラで人気なんだけど、なんか怪獣8号ってずっと売れてるイメージあるの。怪獣8号だから8でじゃあということにしよう。一応予想ね。でもこれ予想外れてても当たってれば OK と。いきましょう。じゃあ1回戦目、ベベにジャッジしてもらいたいと思います。はい、さやの方はこちらです。おー、なるほどね。貯めるタイプなんだね。貯めるね。貯めるんだ。さやが書いたのは推しの子です。第9位。9位？うわー、でも入ってたー。9位です。9位なの？よかった、入ってた。全然お気に入ってなかったね。いや、先に言っておくと、このランキングトップの10の漫画だから、9位だからといって売れてないんじゃないの？めちゃくちゃ売れてってこと。時期ね。確かに2023年の1月。それ考えて。1月から？ 1月1日から11月30日。待って、2023年に。大事よ、結構。そっか、アニメが始まってめっちゃ売れてっていうタイミングもあったわけだから、なるほどね。じゃあ僕の方行きましょう。はい、じゃあゲンさん、こちら怪獣8号。お何？はい、いいですか？怪獣8号第10位。やっためっちゃいい。ファインプレーじゃないこれ。待って、でもここが90なの？分かんなくなってきた。分かんなくなってきた。全然分かんなくなってきた。で、ジャンプレーンでよかったわ。すごい。だってジャンプラッコですから。縁側とかの位置だもん。だって確かに分かんない。確かに言ったけど全然意味分かんないわ。ありがとうございます。じゃあちょっと1回戦目は大成功ということで、じゃあまた書き終わったら呼びます。まあ終わるまで帰れないので、ベベが帰れないので。さあ、ということで2回戦目いきますという前に、まあ2日目なんですけども、はい、こいつら1日目で帰りやがった。全然帰れませんね。帰ってないよ。ベベは帰ったでも、しかもベベが今日有給取ってる日なんで、じゃあ誰が判定すんねんっていう、今日ピンチヒッターにお願いしているので、とりあえずいきます。じゃあ2回戦目いきましょう。いきます。よーいスタート。次よ、9、10を当てましたって。もう90当てたのでかすぎる。どうなんだろう。1回成功体験積むっていうのもあり。成功このままもう積んだじゃん。積んだ？90で積んだから。十分だよ。そっか。いや、これね入ってると思うやつがいるんですよ、1人。さあ果たして。でもこれゲンさんは外れて私は入ってるってのが一番気持ちいいパターン。ゲンさん楽しかった。お絵かきしただけなんじゃないですか。聞いたら別にお絵かきしてる時間だけでも楽しければそれで。それはそう。そのことを小馬鹿にしてるようなやつに天罰が食らいますよ。嘘、下っちゃうかな。下っちゃうよ。だから僕だけが当たってさやだけが外れればいいのに。でもさ、同じこと言う。でもさ、外れたっていいじゃん。いや、そうだよ。だって楽しいじゃん。この漫画もいいよねって話をしてる時がさ、やっぱオタクとしてさ、やっぱ生きがいを感じる瞬間だよね。そうだから、いろんな作品を思い出して、そういえばでもこの作品でも最近読んでないかもとか、みんなが思ってくれたらそれが何より。ゲンさん全部当てれそう？ 1 から100まで。何の話してんの今。いや、もうゲンさんに抱っこにおんぶで行こうかなと思って。俺なんでだよ。さっきゲンさんだけを置いてこうみたいなさ、その意気込みはどこに行ったの？一応先に聞いてたんだけど、15位までしか出てないんだって、そのランキングで。そうだからそこに入ってれば分かるんだけど、みんな的にもなんでこれ入ってないのって思う可能性はあるんだけど、今回あくまでもTSUTAYAの売り上げランキングだから、これだけではないというのはあらかじめもう本当に肝に銘じておいてください。そんな厳しく言うの？ということで2回戦目はこちらです。せーの、ドン。かわいいゲンさんが描くフリーレン。早々のフリーレンはまあ入ってるでしょうっていう。2023年ってちょうどアニメもやってたよね。だってYOASOBIの勇者を去年聞いた気がするもん。まあ入ってるのではないでしょうかという。いや、めちゃいいですね。はい。でさえもうマオマオね。マオマオです。釣り屋の独り言。いやでもでも常になんか話題になってる気がしない？そうか。でも確かに入ってそうかも。入っててほしいでしょう。でいきますか。
これ2回戦目なんですけど、本日ベベが有給でいないので、ピンチヒッターユッシーで、お願いします。ゆしらくん。はい、どうもチーナツの10トークナイフゆしらです。すごいなんか癖の強い挨拶じゃあまず僕の方からいきます、こちらです。早々のフリーレンより主人公のフリーレンです。7位を狙ってます。早々のフリーレンは入ってません。正確には11位です。うわでもやっぱ大人気には違いないね、11位か。すごい。そうなんだ。でもじゃあさ、なんか集計取るランキングの場所変えたら入ってそうだね。あ、そうだね。じゃあ次さやさん。さやさんは薬屋の独り言からマオマオです。お願いします。薬屋の独り言は入ってまおせん。薬屋の独り言は13位です。うわちゃんといいとこまで。ちゃんとね、やっぱり人気漫画でやっぱ誤差ですよ。じゃあまた頑張ってもらって。期待してるから。強いな。なんだ強いな。強そうだな。スタート。行きましょう。もうポンポン行こう。ちょっと待って。ちょっと計算が狂ってきた。ちょっと待って、私気づいちゃった。ちょっと待って。さやとしては信じられないさ、ものを書くわ。マジ？思ったよりむずいかも。言うてでも全然まだ見当はついてるから。いや、そうまだ全然切れるカードはある。夏目さんちが読んでないっていうパターンってあるのかなっていう。全部が流行ったものを全部こう履修してるかといったらわからないよね。ね。それで言うとさ、地面師見始めたよね。見始めた。まだ見終わってないんだけど、ネそうットフリックスオリジナルドラマ地面師っていうね、やつを最近見てて、めっちゃおもろいんだけどさ、とある方のね個展をね見に行くのに一回東京源さんと一緒に行ってね、それで駐車場に止めてその個展会場まで歩いてる最中に、なんか空き地みたいなところがちらほらあって、そこの前に看板で地面師にご注意くださいみたいなことが書いてあったの。で、私地面師って言葉はそのドラマでしか知らなかったから、めっちゃ広告してんだなって本気で思ってたの。私日常の中に溶け込む広告を入れて、でなんか地面師っていうワードをね、ドラマをね、気になるようにしてるのかなって思ってたら、地面師ってマジにいる詐欺師だっていうことにやっと知って、本当に私架空の存在かと思ってて、よくできた広告だなとかって思ってたの。こういう犯罪をする人たちなんですよっていう番組を見た後、ドラマ見て、マジ超ゾッとしたもん。いるんだってなって。恐ろしすぎる。マジ現代ホラーだったよあれ。怖すぎるよな。そう。いい経験をしましたね。言いたいだけの人だ。それはとてもプリミティブな経験だと思います。そんなことしたっけ？言ってません。ということで3回戦目ございます。こちらです。せーの。ダウン。デンジ。チェーンソーマン。アーニャ。スパイファミリー。あれでお気に入っちゃったと思ってる。だから僕もちょっとお気に入ったと思ってる。これはどっちもアニメさ、すっごいさ話題になってたしね。待って、スパイファミリーのアニメって去年だっけ？一昨年じゃない？待って、わかんない。でも2期があるからややこしくなってるかも。チェーンソーマンはさすがに去年。チェーンソーマンやってた時にパラちゃんは生まれてたの？って生まれてなかった気するんだけど。あれ？もうダメだ、分からない。とりあえず行こう。3回目のチャレンジ、予想の順位は僕これ5位だと思ってます。6位だと思ってます。なるほど。じゃあいきますよ。はい。で、僕の方からせーの。チェーンソーマンデンジ。なんだよその反応は。おーじゃない。チェーンソーマンはランキングに入ってます。正解6位です。さすが。よし。はい。じゃあ私の方もお願いします。はい。私はダン。スパイファミリーアーニャです。スパイファミリーははい入ってます。やだー。3位です。すごい。3位。いや、それは人気でしたけど。社会現象だったじゃん。もう確かに絶対ね、スパイファミリーとチェーンソーマンは入ってる気はしてた。そう。それで言うと別にフリーレンも絶対入ってたと思ってたけどね、僕ね。はい、ありがとうございます。はい、頑張ってください。でもこれ楽しいな、ちょっとね。楽しい。行きましょうか。はい、行きましょう。次。はい、よーいスタート。最終的には絶対を当てなきゃいけないわけじゃん。で言うと、もう今のうちに当てとこうっていう。一番最初にね、ベベが言ってたんですよ。ゲンさんたちいけるのかなって言ってたから、それが気になるんだよな、めちゃくちゃ。
むずい。何回書いてもむずい。あ、でも何回も書いてる。この作品は、はい。何回か書かせていただいてるんだけど、この作品のキャラクターを、はいはい、何回書いても、おぎゃーってなってる。押すね。もう。さやさん自分のことねあんまりこう音痴だと思ってるし、なんかゲンさんにさなんかちょっとなんだその気持ち悪い音楽はって口ずさんでると言われたりとかするタイプなんですけど、これは歌える。いやでもこれは社会現象ですよ。でも確かにずっと社会現象だもんな。ね、ずっと私実感トイレにあったもん。実感トイレにあった？誰か読み切れてない人いるじゃん。いやなんかさ、総当たり戦だと思っててこれ当たらなくなりそうだったら一旦まず累計発行部数1億部以上を狙うっていう。ゲイさんなんかさでもさあんまいなくない？累計発行部数覚えてる人ってあんまりいない。待ってこれ漫画好きあるあるじゃないの？僕累計発行部数めっちゃ知ってる。自分が好きで読んでる漫画とかが、やっぱり売れると作者さんが潤うわけじゃん。それ個人的に僕すっごい嬉しいタイプの人で、この作者さんすごい頑張ってこんな面白い漫画描いてて、あよかったちゃんと稼げてるんだみたいな、なんかよくわかんない安心する。わかりやすいところで言うと、ワンピースがアラバスタ編の時に発行部数6000万部突破したのも覚えてるし、エネルの30巻のあの黄色い表紙で1億部突破って出てたのも絶対覚えてるみたいな。それぐらいで、その作者の発行部数のなんかさめっちゃ帯で祝う感じあるじゃん。あるね。あれその都度覚えてる。好きな漫画の覚えてるってすごくない？興味あるんだろうね。いろんな漫画の累計発行部数は覚えられるけど都道府県の場所は一個に覚えられるでそっちにメモリ割いちゃって、確かにそうかも。ちょっと等身が高い。ごめんね。ということで4チャレンジ目せーのドン。いるやろいないわけがないじゃん。置きに行きましたね。いやそうだって置きに行くのも何もいつか書かなければいけないからさやに書かれるぐらいだったら僕は書きたいよ。ずるい私も書きたかった。僕はマジで呪術廻戦好きだから、虎杖君書いてて楽しいんだよねすごい、書くときにすごい手に馴染むというかすごい好きなキャラデザで大好きです。コナン君ねちょっと新一入ってるね。ちょっと新一入っちゃった。ギュン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 って今からちょっとねアポトキシンがちょっとずつ抜けてきてる。じゃあ果たしてどうでしょうか。で僕からまたいきますか、僕が書いたのはもうぶっちゃけ1位ですこれ。1位狙いいきました。1位か2位だよこれは。1位か2位を狙ってます、こちらです。呪術廻戦虎杖裕二君いかがでしょうか。はい、呪術廻戦は1位です。やはりね、やはりこれは安定の1位でした。はい、さやさんはこちらです。ドン。コナン君ね。はい、名探偵コナンは14位。そうなんだ。でも私は15位以内を決めていくっていう。確かにな。でも安定してずーっと大人気であり続けるからこそね14なんだね。いやすごい。すごいわ。でもギリギリ。でも半分だよ。でも折り返してる。そう。もう折り返してます。折り返してきた。で確定が1個あるからもうまだ僕確定は1個あると思ってるからね。さすがに2個だな。2個海賊王がいるから。海賊王はさすがにいるから。なるほど。次行きましょう。やっぱ1位か。いやそう1位か2位だと思ってたの。ってことはワンピースが2位なのかこの流れだと。思ったランキングじゃないっていうのがちょっと今自分の中でざわざわしてる。ジャンプ強いね。ほんとだね。今のとこそうだね。じゃあいきます。用意スタート。いや待って私はちょっと待って一回ここで信じたい。僕はもう入ってると思うんだけどちょっとわからないんだよね。さっきの呪術みたいにいや大人気漫画であることも間違いないしなかなか判断の難しいところのキャラクターですね多分。私はこのキャラが好きだから書きます。そういう企画だったっけこれ。そういう企画ではないだろ。私はこのキャラが好きなので書きます。これも折り返しだからどうですか。いけます。これちょっと賭けなんだよな私。謎のポーズになってしまったけど、でもとりあえずこのキャラがめっちゃ好きなので書きました。愛を書きました。当てに行くじゃなくなってる。愛を歌いたい。いや愛を歌うで言うと僕言っちゃうんだけど、キングダムなんですけど。言っちゃった。いや言わないと言えないからね。
でこの漫画の読み切りがあって、キングダムの前身となるね、作品があって、キングダムに出てくる李牧っていうやつがいるんだけど、を主人公にした読み切りがあるの、キングダム連載前に原先生が書いてたやつで泣いた。読み切りで泣けるってすごって思って、すげえ好きだったの覚えてるの。確かね、こう総集編みたいなやつを買わないと読めないんだよね、確か。単行本には入ってなくて。そうなんだ。確かそういう漫画だったから。ということで5回目のチャレンジ、もうバレてる。あ、すごいな、もうバレてる。バレてる。わかる。せーの、ドン。めっちゃイケメンじゃない？シンでしょ？これ伝わる？わかるわかるわかる。キングダムっていうね、漫画。山崎賢人に寄せた？私ちょっと寄ってる。ちょっと実写版に寄ってしまった感があるかもしれない。これが発行部数で考えてみれば、確か去年だったと思うんだけど、1億部突破したのよ、キングダム。すごい、しかも最近実写映画バンバンバンでずっと大ヒットしてるじゃん、っていうのもあるからずっと熱いんじゃなかろうかと思ってキングダムチャレンジで入れてみました。いやもうずっと熱いやろ。連載終わっても結局アニメがやってるし、いやそうそうそう、舞台とかもあったし、なんだかんだ絶やされてないよね。そうそうそう。来年から最終章だよね。そうだよ、無惨様のところに。いやついにだよ、本当超楽しみ。というわけで、でも僕ね、鬼滅の刃はそれでもなお10何位みたいなラインにいるっていうパターン。もうちょっと。さやさんなんかそろそろだけど10から15位を埋めてくるよ。じゃあ行きましょうか。はい。では僕の方からいきます。はい。こちらです。キングダムより新累計発行部数1億部は入ってるでしょうという推理です。キングダムは5位です。きたやっぱそうだよな。キングダムはすごいんですよ。大好きだもんね。大好きですね。いやもう本当にね、誰か私を漫画しか読めない部屋に閉じ込めて真ん中にキングダム置いといてほしい。そうなんだ。真ん中なんだ。でも僕真ん中にはワンピース置いちゃうけど。あ、よかった。じゃ次さやさん。さやさんはでん、こちらです。もう言わずもがなな。鬼滅の刃炭治郎。まだまだ入ってるでしょうと。はい。鬼滅の刃は入ってません。入ってない。もうみんな買っちゃったんだ。もう買い切ったのかもしれない。買い切ったのかもしれん。鬼滅ってさ、発行部数1億5000万も超えてますから。うわー、もうやっぱ買い切っちゃったのね。もうみんな行き渡っちゃった。日本中に行き渡っちゃった説はある。アニメ待てずに買っちゃおうで。そうそうそう。で最終巻まであるし。もう多分日本国民みんな買い切ったわ。炭治郎。ちなみにその15にも入ってない？ 15にも入ってないですね。ああ、そうなんだ。やっぱリアルタイムだとね。そうだと思う。そうね。じゃあ今ここまで来ました。幸先が良いですよ。あとワンピース含め。ワンピースが絶対あるからあと3つだと思ってる。当てるべきは。おお。